聴者の皆様こんにちは。高専ロボコンの世界へようこそ。ナビゲーターのケンジです。今日は普段テレビやニュースの華やかな舞台裏に隠れてなかなか表に出てこないある大きな力についてじっくりと、そして熱く語り合っていきたいと思います。こんにちは、アシスタントのみさきです。ある大きな力って、もしかしてロボットを動かす超強力なモーターや最新の AI 制御のことですか？いやいや、それももちろんすごいんだけどね。今回スポットライトを当てるのはロボットを動かす電力ではなく、高専生たちの心と活動そのものを強力に支え続けている存在。そう、保護者の皆様、そして保護者が組織する講演会の存在なんだ。ああ、保護者の方々ですね。確かにロボコンの会場に行くと、客席で誰よりも熱い声援を送っているご家族の姿をよく見かけますね。学校のユニフォームやお揃いの T シャツを着て、うちわを振って応援している姿は本当に印象的です。そうなんだよ。でもね、実は彼らのサポートは単に客席から応援するなんていうレベルをはるかに超えているんだ。現代の高専ロボコンは、例えばグレートハイゲートという競技課題に代表されるように、段ボールのボックスを信じられない高さまで積み上げて巨大なゲートを作ったり、さらには人間を乗せた重い台車をロボットが引っ張ってそのゲートをくぐり抜けたりと、物理的なスケールも運動エネルギーも昔に比べて桁違いに大きくなっているんだよね。人間を乗せるんですか？それは機構設計の難易度も上がりますし、一歩間違えれば大きな怪我につながりかねない非常に高度なエンジニアリングと安全管理が求められますね。学生たちだけの力では技術的にもマネジメント的にも限界がありそうです。まさにそこなんだよ。そんな過酷で難易度の高いプロジェクトを年間通して維持し、無事に大会へと送り出すためには、資金調達、遠征のロジスティクス、毎日の安全管理、および何より学生たちの折れそうな心を支える精神的なケアが不可欠なんだ。これらを全て裏でシステム化し、多層的なネットワークで支えているのが保護者や講演会の存在なんだよ。今回は赤池正明氏が自身のブログで34回目の高専生対抗のロボット開発競技、今年はスゴロボ、すなわち超絶機構を競う素晴らしい大会だと紹介した高専ロボコンの歴史や様々な高専の講演会資料、さらには最新のクラウドファンディングデータといった多角的な情報ソースを徹底的に読み解きながら、マスメディアが絶対に報道しない保護者支援の真実を余すところなくお届けします。なるほど。これはただの親御さんのお手伝いという生優しいものではなくて、一つの巨大な組織的支援システムなんですね。今回の解説で明らかにするその支援システムの全体像について、まずはいくつかの重要なポイントを教えていただけますか？いいよ。今回の調査分析で明らかになった保護者支援の5大革新要素がこちらなんだ。うわー、どれもものすごく具体的ですね。単にお小遣いをあげるとかお弁当を作るといったレベルではなく、資金調達から安全管理、ロジスティクス、果ては IT ツールを活用したファンドレイジングまで、大人の社会でも通用するようなプロジェクトマネジメントを保護者の方々が自ら実践されているということですか？その通り。これらが相互に組み合わさることで、学生たちは目の前の技術課題に 100% 没頭できる。今回はこれから各テーマについて全国の具体的な高専の事例を交えながら、驚きの真実を一つずつ深掘りしていくよ。視聴者の皆様、ぜひ最後まで一緒にこの感動的な仕組みを紐解いていきましょう。では最初のテーマである自立と心理的安全性の両立について詳しく見ていきましょう。ケンジさん、高専生というと15歳から20歳という思春期から大人への過渡期にある学生たちですよね。保護者の方々はどのような距離感で接しているんでしょうか？高専の教育システムは一般的な高校と違って大学に近い自主性が重んじられるよね。特に多くの学生が寮生活を送ることもあって、自立性を育むことが教育の大きな柱になっている。ここで保護者の皆さんが共通して持っている素晴らしいスタンスが適切な境界線の維持なんだ。境界線ですか？そう。高専生の日常をサポートする情報メディア高専生進路相談室の記事によると、高専の寮生活では人間関係のトラブルやチーム内での対立がどうしても発生する。その時、普通の高校生の親のように相手の学生やその親、あるいは学校に直接怒鳴り込んだり介入したりすることは厳に悟るという暗黙のルールというか共通認識があるんだ。親がしゃしゃり出ずに子供たちに解決させるんですか？そうなんだ。トラブルが起きた時は、まず学生たち自身の自治組織である会長や同長、あるいは寮生会といった組織を通す。学校側の窓口である寮務主事などの教職員を介して解決を図るよう、保護者側がぐっと我慢して一歩引くんだよ。これはロボコンチームの運営でも全く同じで、技術的なアイデアの衝突や役割分担の不満があっても親は一切口出ししない。
ただ家に戻ってきたりや電話口でいやー今日部室でこんなことがあってさーという愚痴や不満をただただ優しくジャッジせずに聞いてあげる安全弁に徹するんだ。この聞き手に徹する姿勢こそが学生たちの精神的な回復力、つまりレジリエンスを高める最強の土壌になっているんだよね。親として口を出したいけれど信じて見守るというのは本当にエネルギーがいることですよね。でもそうして見守る中で保護者の方々自身もロボコンという活動を心から楽しんでいるように見えます。まさにそこがこの支援体制の素晴らしいところで、親自身がやらされている支援ではなく、誇り高き伴走者として活動を楽しんでいるんだ。個人の発信活動を調べてみると、例えばノートに投稿された工業高校から高専4年次編入の息子、そして奨学金の壁を親の執念と AI で超えた話という感動的な体験談がある。この記事を書いた保護者の方は、我が子が高専という高度なものづくり環境で挑戦する姿に心から感銘を受けて、自分と同じように悩む他の高専生の親たちの道しるべになりたいと非常に熱心に情報発信を行っているんだ。我が子の成長に刺激を受けて、親自身の言葉でその魅力を社会に伝えようとしているんですね。それってものすごくポジティブな循環じゃないですか。そうなんだよ。さらにこうした保護者たちの熱意は次世代のロボコニスト、つまり未来の高専生を呼び込むための草の根活動にもつながっているんだ。高専への入学を考えている中学生やその親御さん向けの説明会やロボコン観覧イベントにおいて、先輩保護者たちが高専生活は大変だけどこんなに素晴らしい成長の場があるんですよと実体験を語ることで、未来のエンジニアの玉たちを呼び込む重要な役割を果たしている。ただの傍観者ではなく、技術を愛する我が子の生き方を肯定し、一緒にその世界を支えるという誇り高いスタンスがここから見えてくるよね。そうした個々の保護者の思いが集まって、より強くな形になったのが講演会という組織ですね。その通り、高専には保護者全員が会員となる講員会、保護者会という公式な組織が存在するんだけど、これが驚くほどシステマティックに機能しているんだ。多くの高専では広大なキャンパスや通学・帰省ルートに合わせて地域ごとに支部を細かく設置している。地域ごとの支部ですか？具体的にはどのような感じなんですか？例えば栃木県にある小山高専講演会の公式ウェブサイトを見てみると、彼らは高六や茨城西、さらに小山、筑西、宇都宮といった非常に細分化された支部を設置して活動しているんだ。それぞれのエリアに住む保護者たちが緊密に連絡を取り合えるネットワークを構築している。これにより学校から離れた場所に住む保護者であっても、うちの地域から大会会場に行くにはどうすればいいか、地元の企業からロボコン部に支援を集められないかといったきめ細かな連携が支部のプラットフォームを通じて自発的に行われるんだ。個人の思いが講演会という制度を通じて組織の実行力へと昇華される。これが高専ロボコンの持続可能性を支える極めて重要な基盤なんだよ。なるほど。その組織力が最もダイレクトに現れるのが、やはりお金、つまり財務面での支援ですよね。ロボットを作るのって一体どれくらいお金がかかるんでしょうか？それについては明石高専ロボコン部、明石高専ロボ研が公開しているロボコン支援のための募金のお願いなどの資料を見るとよくわかるよ。昨今のロボコンは高性能なセンサー、高出力のモーター、炭素繊維、カーボンや高精度なアルミ削り出しパーツなど、使用する部材費だけで数十万円、下手をすれば数百万円規模に達することがある。これに加えて工作機械のメンテナンス費用や安全用のゴーグル、ヘルメットといった備品代も重なる。そんなに？学生たちのサークル活動の予算だけで賄うのは絶対に不可能ですよね。そう。だからこそ講演会の財務支援が威力を発揮するんだ。講演会は会員から集める会費や OB、OG、さらには地域企業や保護者自身からの臨時寄付金を一元管理する専用口座を運用している。ここから高額な部品や材料の購入資金がロボコン部に補填されるんだ。これにより家庭の経済的な状況にかかわらず、どんな学生でもお金がないから最新の技術に触れられないという不平等を解消し、チーム全体がイコールコンディションで開発に挑めるような平準化が図られているんだよ。まさにお金の壁を保護者の組織力が打ち破っているんだ。材料費だけでなく、大会に行くための遠征費も相当なものになりますよね。全国大会は東京の両国国技館ですし、地区大会も広いエリアの中で開催地が変わります。その通り。これについても講演会が非常に重要なセーフティーネットになっているんだ。宇部工業高等専門学校宇部高専講演会の活動報告や改作などを確認すると、学生が体育大会やロボコンなどの各種コンテストで遠征する際、交通費や宿泊費の直接補助を行う規定がしっかりと明記されている。全額自己負担だったら遠方の大会に出場すること自体を諦めざるを得ないケースも出てきてしまいますよね。そうなんだ。
特に高専は各地区に点在しているから、例えば中国地区や四国地区、北海道地区などでは移動だけで1日仕事になることも珍しくない。講演会からの旅費補助があるおかげで、遠いから遠征を辞退するという最悪のリスクを完全に排除できている。さらに素晴らしいのは、学生だけでなく彼らを引率し安全管理の責任を負う指導教員の同行旅費も支援している点なんだ。教員の経済的・精神的負担を講演会が和らげることで、教員もまた学生たちのロボコン活動を安心してサポートし続けられる。この学校と講演会の信頼関係、そして競争体制はまさに目を見張るものがあるよね。講演会の支援って本当に多岐にわたるんですね。でもロボコンのメンバーだけでなく、学校全体の学生たちに対しても何かアプローチがあるんでしょうか？さすが美咲さん、いいところに気づいたね。講演会の活動はロボコン部を特別してそこだけに肩入れするのではなく、学校全体の活動の活性化、そして全学生の福利統制と見事に連動しているんだ。例えば宇部高専講演会などの資料によると、ロボコンを含む課外活動で優秀な成績を収めた学生や難関の技術系資格を取得した学生に対して、図書カードなどの報奨インセンティブを贈呈する学生活動報奨制度が整えられている。なるほど。頑張った成果がきちんと講演会から表彰されるのは、学生たちのモチベーションに直結しますね。そうなんだ。さらに日常の健康と安全を担保するために、全学生を対象としたスポーツ共済保険の加入補助も行っている。また東京高等高等高専幕校東京高専講演会の報告にあるように、学校行事であるチャレンジウォークといったイベントでは、保護者たちが給水所に立ちスポーツドリンクや栄養ゼリーを配布したり、保護者から寄せられた差し入れを全学生に分配したりする。このように学校生活全体の健康維持やモチベーション向上という大きな枠組みの中にロボコン支援が位置づけられているからこそ、周囲の学生や教職員からもロボコン部の活動が温かく支持され応援される文化的な土壌が育まれているんだよ。そうなんだ。さらに日常の健康と安全を担保するために、全学生を対象としたスポーツ共済保険の加入補助も行っている。また東京高等高専幕校東京高専講演会の報告にあるように、学校行事であるチャレンジウォークといったイベントでは、保護者たちが給水所に立ちスポーツドリンクや栄養ゼリーを配布したり、保護者から寄せられた差し入れを全学生に分配したりする。このように学校生活全体の健康維持やモチベーション向上という大きな枠組みの中にロボコン支援が位置づけられているからこそ、周囲の学生や教職員からもロボコン部の活動が温かく支持され応援される文化的な土壌が育まれているんだよ。ここからはより具体的な大会現場での物理的支援についてお聞きしたいと思います。ロボコンってとにかく運ぶものが多そうですよね。そうなんだ。実はロボコンにおける隠れた大問題がこのロジスティクスなんだよ。高専ロボコンのロボットはルールにもよるけれど、高さや幅が1メートル以上、重量が何十キログラムにもなる巨大なものが多い。さらに本番のピット作業スペースに持ち込むための旋盤やドリル、各種工具測定器、スペアパーツ、さらにはテスト用のフィールド機材まで、トラック1台分に及ぶ大量の物資を移動させる必要があるんだ。それを学生たちだけで運ぶんですか？運転免許を持っていない学生も多いでしょうし、レンタカーを手配するにしても大きすぎる荷物を公共交通機関で運ぶのは不可能です。そう、まさにそこがボトルネックになる。大会の開催地は毎年変わり遠隔地になることも多いため、ルート選定や運送業者の手配、積載の安全管理などクリアしなければならない課題が山積みなんだ。ここで保護者コミュニティと講演会が単なる応援団からプロフェッショナルな物流サポーターへと変身する。長距離輸送の計画策定や費用調整、場合によっては保護者自身の車両を使ったサポートなど、学生たちの背後で強固な物理的補給線を維持しているんだ。これがなければロボットは大会会場のスタートラインに立つことすらできないんだよね。具体的に輸送や遠征をどのように効率化している事例があるんでしょうか？東京高専講演会、通称 NLITTCS 講演会の会員向けページやアーカイブ資料を見ると、非常に興味深い実践が報告されているんだ。東京高専にはロボコンゼミという非常に活発なロボコン活動グループがあるんだけど、地区大会や遠征の際、講演会が会員向けページを通じてバスチャーターの希望調査や利用取りまとめを一元的に実施しているんだよ。へえ、保護者が主導してバスをチャーターするんですか？そう、公共交通機関を乗り継いで重い工具箱や資材を抱えて移動すると、学生たちは本番前にヘトヘトになってしまう。ロボットの調整不足や不注意による怪我のリスクも高まるよね。
そこで講演会がアンケートを集計し、最適な乗車ルートとスケジュールを設定したチャーターバスの運行計画をサポートする。これによって学生たちは移動中の車内で体力を温存し、本番直前までロボットの最終制御プログラムのチェックや安全対策の最終確認に集中することができる。まさに大人の実務力が学生たちのパフォーマンスを最大限に引き出している素晴らしい例だね。そして見事に予選を勝ち抜くと、いよいよ聖地である両国国技館での全国大会ですね。国技館の客席の盛り上がりはテレビで見ていてもすごい迫力ですが、あの応援席はどのように作られているんですか？あの圧倒的な応援席の熱気も講演会による綿密な組織化の賜物なんだ。あの圧倒的な応援席の熱気も講演会による綿密な組織化の賜物なんだ。例えば小山高専講演会の公式お知らせページを見ると、全国大会出場が決まった瞬間に講演会事務局から全保護者に向けて全国大会同行応援募集メールが一斉に送付される。ここで驚くのが、単に来てくださいと呼びかけるだけでなく、 NHK が主催する無料の一般観覧チケット抽選に保護者全員で協力して応募するよう促しつつ、学校側に割り当てられる講演会枠の優先席を適切に配置調整する事務手続きを事務局が全て引き受けている点なんだ。あの圧倒的な応援席の熱気も講演会による綿密な組織化の賜物なんだ。例えば小山高専講演会の公式お知らせページを見ると、全国大会出場が決まった瞬間に講演会事務局から全保護者に向けて全国大会同行応援募集メールが一斉に送付される。ここで驚くのが、単に来てくださいと呼びかけるだけでなく、 NHK が主催する無料の一般観覧チケット抽選に保護者全員で協力して応募するよう促しつつ、学校側に割り当てられる講演会枠の優先席を適切に配置調整する事務手続きを事務局が全て引き受けている点なんだ。すごい。まるでプロスポーツチームのファンクラブ事務局のような手飼いの良さですね。本当にその通り。こうして組織された応援団は校長先生や指導教員、OB/OG、そして保護者会が一体となって国技館のスタンドを自己のカラーに染め上げる。小山高専や宇部高専のように遠方から大挙して押し寄せる応援団が客席から一斉に送る声援は、ステージ上でロボットの不具合と戦う学生たちにこれ以上ない諦めない勇気と心理的安全性を与えているんだ。応援席からの大声援が奇跡のリカバリーを生む瞬間を私たちは何度も目撃してきたくれ。応援団の衣装やグッズも学校ごとに個性があって、見ているだけでワクワクします。そうそう、そのビジュアル面での盛り上げも保護者たちのクリエイティビティが爆発している部分なんだよ。各高専にはそれぞれシンボルマークやチームのロゴマークがあるんだけど、保護者たちはそれらをあしらったお揃いの上り旗やオリジナル T シャツを自費や講演会予算で制作している。さらに地域色を豊かに表現した衣装も有名で、例えば沖縄高専の講演会応援団は地元の伝統文化である獅子舞をモチーフにしたお揃いの帽子をみんなで着用して、国技館の客席で息とい目立つ応援を繰り広げている。獅子舞の帽子、それは一目で沖縄高専だとわかりますし、会場全体の雰囲気も一気に明るく華やかになりますね。そうなんだよ。鳥羽商船高専が PR タイムズのプレスリリースで特別賞受賞を報告した際ならも、応援団の華やかさや地域との一体感が大きく取り上げられていた。親世代がこれほど楽しそうに全力でオリジナルグッズを身につけて応援する姿は、会場に来ている一般の観客やテレビウェブ配信を見ている全国の視聴者、そしていつか自分もあの舞台に立ちたいと憧れて来場した小学生たちに対して、ロボコンといる活動がどれほど愛され夢に満ちたものであるかを直感的に伝える強力なメッセージになっているんだ。ここまで大会という晴れの舞台での支援を見てきましたが、ロボコンの本当の戦いは日々の薄暗い物質や実習工場での地味な作業ですよね。日常のサポートについても教えてください。実は日常的な物資の補給線こそが学生たちの心と体を最も深く温めている部分なんだ。ロボコンの制作期間、時に大会直前の数ヶ月間は、学生たちは朝から晩まで、時には授業以外のほぼ全ての時間を実習工場や物質にかもって、ロボットの組み立てやデバッグ作業に費やすことになる。お腹も空きますし、精神的にも肉体的にも追い詰められる過酷な時期ですね。その通り。ここで登場するのが保護者たちの超長距離ダイレクト兵糧補給なんだ。明石高専におけるロボコン講演会では、保護者がインターネット通販などを経由して学校の実習工場などの作業場所に直接物資を送り届けられるような送付先住所をホームページや案内で常時公開しているんだよ。ネット通販で注文して宛先をそのまま物質や工場に指定して送るんですか？それはものすごく合理的で、今の時代に合った素晴らしいアイデアですね。そうなんだ。遠方に住んでいる保護者でもクリック一つで今まさに頑張っている我が子やチームの仲間たちにダイレクトに差し入れを送ることができる。
このシステムによって実習工場には全国から途切れることなく物資が届くんだよ。実習工場には一体どんなものが届くんでしょうか。届く品々は作業の合間にパッと手軽に食べられて、かつ保存が効くものが中心だね。定番のカップ麺、スポーツドリンク、お茶および脳の疲労を回復させるためのお菓子やスイーツ、チョコレートなどが山のように届く品々は作業の合間にパッと手軽に食べられて、かつ保存が効くものが中心だね。定番のカップ麺、スポーツドリンク、お茶および脳の疲労を回復させるためのお菓子やスイーツ、チョコレートなどが山のように届く。東京高専講演会の11月の活動報告などを見ても、実習工場に届いた大量の差し入れを学生たちが嬉しそうに囲んでいる様子が写真付きで紹介されているんだ。過酷な作業の中で甘いものや温かいタップ麺をみんなで食べる時間は、学生たちにとってかけがえのないオアシスですね。本当にそうなんだよ。時折チーム内で、あいつは最近お菓子を食べ過ぎだから一時的にお菓子禁止令を出すといった学生同士の褒め回しいやり取りやジョーク混じりのルールが SNS で発信されることもある。保護者たちもそうした現場の様子を見守りながら、うちの子が迷惑をかけていませんか、しっかり食べて頑張ってねと優しく寄り添う。こうした愛情あふれる物資支援が深夜に及ぶ過酷な開発作業の肉体的疲労を劇的に和らげ、チーム全体の絆をより高価なものにしているんだよね。続いて非常に重要なテーマである安全対策についてお聞きします。高専ロボコン公式が発表している安全対策ガイドを読むと、近年安全に対する基準が非常に厳しくなっていることがわかります。そうだね。ロボコン事務局が公開している高専ロボコン安全対策ガイドは、労働安全衛生の基準に匹敵するほど厳格なんだ。なぜならロボットが高速で回転したり、高い圧力のエアシリンダーを使ったり、何十キロもの質量が勢いよく動いたりするから、万が一の誤動作や操作ミスがあれば大怪我に直結するからなんだよ。新入生が入部した段階から徹底的な安全教育が行われる。この厳しい安全ポリシーに対して保護者や家庭はどのように関わっているんでしょうか。まず家庭内での意識づけと安全装備の準備を保護者が全面的にバックアップしている。ドリルや旋盤を使った金属加工、アングルを切断する際のバリ取りなど、現場は常に危険と隣り合わせ。そこで保護者は家庭において保護帽ヘルメットや保護メガネ、セーフティーゴーグルを、そして肌の露出を避けて怪我を防ぐための長袖長ズボンを適切に準備し、購入する資金を負担しているんだ。ただ用意するだけでなく、子供が家を出るときにちゃんとヘルメットかぶって作業するんだよと声をかけることで、家庭の段階から安全意識のスイッチをオンにしているんだよね。安全装備ってどうしても重くて厚くて、できればつけたくないものになりがちですが、高専ロボコンを見ているとすごくおしゃれだったりユニークなヘルメットをかぶっている学生さんが多いですよね。そこが素晴らしいポイントなんだよ。ただ義務としてかぶらされるのではなく、学生たちが安全防護具に愛着を持てるよう、装飾やカスタマイズの資材調達を保護者が支援している事例がたくさんある。カスタマイズですか？例えばどんなものがあるんですか？例えば木更津高専の展示ブースなどに並ぶあの特徴的なペンギンヘルメットや、鳥羽商船高専 B チームの女子リーダーが着用していたチームのキャラクター仕様に小作された非常に可愛らしいヘルメットが有名だね。これらの装飾用のシートや塗装用スプレー、ベースとなる特別な軽量ヘルメットなどの購入や加工を保護者や講演会が経済的に、あるいはアイデア面でサポートしている。それは素敵ですね。自分たちのアイデンティティが表現されたヘルメットなら進んでかぶりたくなりますし、ピット内でのモチベーションも高まります。安全を守ることがロボコンの楽しさの一部に昇華されているんですね。その通り、安全対策を守らされるルールから自分たちのスタイルへと変えていく。このプロセスに保護者が優しく伴走していることが、高専ロボコンの安全な運営を支える強固な土台になっているんだ。高専ロボコン安全対策ガイドには、強いチームはピットがきれい、狭いピットでも整理整頓が徹底されているという非常に印象的な言葉が書かれていますね。そう、乱雑な作業環境はツールの紛失だけでなく、コードに足を引っ掛けたり、稼働中のロボットに意図せず触れてしまったりといった重大な事故を誘発する。だからこそ 5S、つまり整理、整頓、清掃、清潔、習慣の徹底が求められるんだ。この習慣を支えるために、群馬高専講演会などの懇談会や活動報告では、日常の規律意識を高めるサポートについてよく話し合われている。5S はロボコンのピットの投げだけでなく、日頃の生活態度や家庭での習慣とも深く結びついていますね。まさにその通り、可動部に安全な持ち手を作って緑のテープで表示し、危険な回転部にはトラテープを貼る。こうした細かな安全表示や使用した工具を必ず元の位置に戻すという徹底した規律は、家庭内での親の整理整頓の教えや規則正しい生活習慣の指導と見事にシンクロしているんだ。
講演会が学校生活懇談会などを通じて日常の 5S を意識づけ、それをサポートするための収納ケースや安全表示用の粘着テープ、ピットに敷く保護マットなどの機材費を講演会費から補填することで、安全で能率的な作業環境が日常的に維持されているんだよ。さて、非常に現代的な課題として昨今の物価高騰の影響がロボコンにも及んでいると聞きました。そうなんだ。これは今ロボコン界全体を揺るがす深刻な問題なんだよ。資材価格のインフレだけなく、配送費やガソリン代の急騰、さらには大会会場の施設使用料や運営費の上昇が活動の大きな重荷になっている。キャンプファイヤーで立ち上げられた交流ロボットコンテスト2026のプロジェクトページによると、学生主体の自主大会である交流ロボコンの1人当たり参加費が物価高騰の影響で例年より5000円も跳ね上がり、総額で約1万4000円に達する事態が発生してしまったんだ。1人1万4000円ですか？アルバイトや小遣いだけでやりくりしている高専生にとって、これはあまりにも大きな負担ですね。そう、この経済的ピンチに対して保護者層と講演会組織はただ嘆くだけでなく、従来の会費徴収を超えた最先端のデジタル資金調達に素早く適応し、形態的な支援を進化させている。具体的にはクラウドファンディングサービスを積極的に活用したプロジェクトを立ち上げ、保護者や OB が中心になって一瞬で支援の輪を広げたんだ。交流ロボコン2026の CF では目標金額20万円に対し、多くの保護者や関係者が迅速に賛同し、短期間で目標の 70% を超える資金を調達することに成功したんだよ。返礼品として設定された学生たちが考案したロボットアイディアシートや大会の様子を中継する限定公開の YouTube 配信 URL は、遠方に住んでいて直接会場に行けないおじいちゃんおばあちゃん親戚の方々にとっても、まるで現地にいるかのように活動を見守り応援できる素晴らしい観戦の場を提供している。デジタル技術を介して資金支援が家族全員で楽しむイベントへと変換されているんだね。国内の大会だけでなく、世界を舞台に挑戦する高専生を支える大型のデジタル支援の動きもあるそうですね。その通り。例えば徳島県にある神山まりごと高専のロボコンチーム FRC チーム花火の事例がまさにそれだ。世界規模のロボットコンテストである FRC に挑戦するためのクラウドファンディング、未来に火を灯す花火、徳島の高専生が世界ロボコンへ挑戦では、目標金額2000万円という学生のサークル活動としては桁がじれの大型プロジェクトを立ち上げた。これに対して保護者、地域企業、そして同窓生が一丸となって SNS でのキャンペーン拡散や支援者に向けたチャリティータオルの販売企画など、まるで起業家精神アントレプレナーシップを発揮するように精力的なサポートを展開したんだ。2000万円を動かすなんて、まさに大人のビジネスプロジェクトそのものですね。保護者がただのサポーターではなく、一緒にイノベーションを起こす共同プロジェクトメンバーになっているのがよくわかります。さらに近年導入されている高専人ギビングキャンペーンというオンラインドネーションプログラムも非常に画期的。一般社団法人高専人会が主催するこのイベントは、わずか10日間ほどの期間中に全国の保護者や OB 支援者がウェブサイトから直接応援したい高専のロボコン部や課外活動を選択して寄付を行うシステム。100円の少額募金から数万円規模のサポーター登録までスマホ一つで簡単に完結する。豊橋技術科学大学ロボコン同会のサポーターサイトなどでも同様のドネーションチャンネルが確立されており、これによって遠方に住む親戚層までを巻き込んだ多神道に及ぶ広域サポーター層が形成され、恒常的かつ安定的な資金調達が可能になっているんだよ。ケンジさん、今日のお話を伺って、高専ロボコンにおける保護者の皆さんの存在がどれほど重要であるかが本当によくわかりました。そうだね。今回分析してきたように、保護者や講演会による多層的支援は次の3つの柱で成り立っている。保護者の皆さんは決して単なる外部のスポンサーでもなければ、客席から見ているだけの観客でもないんですね。学生たちがエンジニアとして一人の大人として成長していく長いプロセスの中で、その安全と挑戦を静かに、そして強力に支え続ける共同プロジェクトメンバーであり、高専ロボコンという文化の誇り高き構成員そのものなんだと感じました。まさにその通り。この熱い情熱と高度に組織化された多層的な支援構造こそが、30年以上にわたる高専ロボコンの歴史を支え、日本の未来、世界の未来を担う若き天才エンジニアたちを絶え間なく生み出し続ける真のエンジンなんだ。保護者の皆様の無言の及び絶大なるサポートに、改めて心からの敬意を表したいと思います。本当に素晴らしいお話でした。視聴者様、今回の解説はいかがでしたでしょうか。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。